ルドの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型の中島製の仮組みを行います。いよいよ令和の冷戦を取り上げるのね。投稿者のボンミスで三菱製を購入したつもりが実は中島製を買っていたということで Amazon の着日が12月18日となってしまいました。模型屋さんで購入すればもっと早く手に入ったかもね。というわけで手遅れ感がありますが、そのおかげでレビューの少ない中島製を取り上げることになったのでよしとするのだ。中島製となると長谷川やタミヤが出してきたキットと同じ形状ってわけね。そうそう、鈴木社長によると今まで作られてきた冷戦52型キットは全て中島製とのこと。三菱中島の具体的な違いって何でしたっけ？ファインモールドから発売されたキットでいうと三菱中期型と中島製となっています。三菱中期型？水力式単排気管が採用された直後の型式のようですね。この排気管用の耐熱板が貼られているのも冷戦52型の特徴なのですが、中期型にはないですね。そうそう、耐熱板が貼られてない52型は初のキット化ということかな。そんな細かい違いが。でも中島製をチョイスしてしまったわけね。戦術通りボンミスで中島製となったわけですが、この耐熱板にも違いがあるみたいですね。耐熱板にも？この耐熱板の長さが三菱と中島では違うみたいです。なるほどね。そこまでの違いを再現したキットは今までなかったわけね。おそらく耐熱板の貼られた三菱後期型もそのうち出てくるんだと思います。それで今回取り上げるキットの特徴ですが。そうでした。すでに触れられてるチャンネルも多いので簡潔に説明すると、ボンミスで出遅れましたからね。まずは左右合わせの胴体パーツから一体成形された胴体パーツに進化。前後で分割されてるわけね。合わせ目消しからも解放されるわね。それとなんといってもクリアパーツ、枠とガラスが別パーツなわけね。透明パーツの塗装に関しては飛行機プラモの完成度を増すための代表的なハードル。まあそうですね。このハードルを超えさせるために今までもいろいろなアプローチがあったわけだけど、例えば長谷川は塗装済みキャノピーを出していた。そんな時期もあったのね。先日紹介したタミヤ新金型版もマスキングシートをつけて塗装作業の軽減を提案してたりする。なるほどね。バンダイが展開しているガンプラも塗装というハードルがあったんだけども、色プラ彩色済みキットときて極力合わせ目が目立たない多色成形キットとして消化した。この窓枠方式も完成度を増すためのメーカーからの新提案というわけね。テストケースとしてはマガジンキットとして提供されたはやぶさ1型がある。この技術を進化させたのが今回の冷戦となるのかな。成熟した飛行機プラモデルですが、まだまだ進化の余地があったというわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは空母から発艦する冷戦52型なのだ。マーキングからだと空母巡洋の艦載機ね。マリアナ沖海戦時のイメージかな。ちなみに三菱中期型のイラストは？こちらは愛知県の豊橋基地ということです。ファインモールド社のある豊橋市にかつてあった海軍基地ですね。では中身を開けていくのだ。胴体の前部と後部、グレーのランナーが6枚、カウリング、風防の枠パーツが2枚、透明パーツが1枚、ポリキャップ、デカールが1枚。組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。第6号2海軍航空隊で空母巡洋搭載機、第265海軍航空隊となる。なるほど。部品点数は全部で143点。やはり部品点数は多いですね。ではファインモールドの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型中島製の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。今回は操縦席の組み立て工程を4パートに分けて説明します。それだけ精密な内容ってことね。まずはケーキパネル部分から始めるのだ。ケーキパネルは全部で6パーツ。ケーキ類はモールド表現ですね。ケーキのモールドに合わせて細かいデカールを貼り付けていく。次は座席周りなのだ。座席周りは全部で8パーツ。座席と操縦席後部の隔壁、酸素ボンベなどね。次に操縦席床周りとなる。操縦席床周りは5パーツ構成。操縦桿とラダーペダルなどを取り付けるのね。ここまでできたものを
合体させると操縦席の形が見えてくる。非常に細かいですね。次は胴体内側を組み立てていく。操縦席の左右内側となるわけね。ここも新しいパーツ割りとなります。ガンプラマスターブレードの内部フレームっぽい作りです。左右内側に細かいパーツをつけていくわけね。右側はこんな感じですね。左側もこんな感じです。出来上がったならば操縦席を挟み込む。機銃もここでつけるわけね。タミヤ、長谷川だと機銃の後部しかなかったが、ファインモールドは機銃全体が再現されている。次はエンジンですね。エンジンも工程を分けて説明します。エンジン本体と排気管、カウルフラップの2パートに分ける感じね。エンジン本体は全部で12パーツ。内部にポリキャップを仕込むのが特徴かな。エンジン後部も詳細に再現していますね。この本体に排気管をつけていく。水力式単排気管ね。排気管は全部で6パーツ。付け終わったらカウルフラップも取り付ける。カウルフラップは開閉選択ができますね。別パーツでの差し替えとなります。これでエンジンも完成したわけね。次はカウリング本体。カウリングは2パーツ構成となっている。スライド金型で抜かれたカウリングの内部に部品を取り付けておしまいね。エンジンとカウリングが合体するとこんな感じとなります。最後にプロペラね。プロペラは全部で3パーツ構成。プロペラをスピナーパーツで挟んで終了。長かったわね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体も2パートに分けて説明します。まずは胴体全部ね。胴体全部は3パーツ構成。操縦席の内部フレームに胴体をかぶせる。スライド金型で抜かれたパーツでしょうか。このパーツ割りのおかげで合わせ目ができないわけです。耐熱板部分が別パーツね。この部分が三菱中期型との違いになりますね。バリエーション転換用のパーツ割りというわけね。次は胴体後部なのだ。胴体後部は全部で6パーツ構成。こちらもスライド金型ですね。ビブ部分と垂直尾翼は左右分割。ラダーも別パーツになっております。胴体のモールドはいかがでしょうか。オモールドオーリベットとなる。オーリベットはびっしりと入っています。主翼はどうでしょうか。主翼は上下2パーツ構成に様々なパーツを取り付ける。ふむふむ。まずは主翼かパーツの加工から。まずは穴開け指示ね。装装用の穴を2箇所開けます。続いて四脚庫の隔壁を作る。ふむふむ。主翼かパーツに隔壁パーツを4パーツ取り付ける。やることが多いわね。さらにですが、仮面部分の一部が別パーツとなるので取り付ける。今後のバリエーション転換用のパーツ割りですね。次は主翼上パーツの組み立てとなる。左右四脚庫の天井部分を組み込む。主翼上パーツもバリエーション転換用の別パーツがあるのね。左右主翼上面に取り付けます。これで貼り合わせができるわけね。貼り合わせたならば左右のエルロンを差し込む。その他機銃口などの細かいパーツも取り付けね。最後にフラップですが開閉選択ができます。ここは差し替えパーツとなるので後で変えれます。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらもオーモールドオーリベットとなる。こちらのモールドも美しいですね。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ2パーツずつ胴体に差し込んで終了。この時に着艦フックも取り付けね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは前述通り枠とガラスが別パーツとなっている。このキットの特徴の一つね。ただしこの枠とガラスを選んだ場合は操縦席の開閉選択ができないみたい。分割されているのにね。操縦席を開く場合は従来の透明パーツで対応するみたい。開閉選択は透明キャノピーで保管されてるわけね。次は足回りなのだ。まずはス脚からね。主脚は左右それぞれ4パーツずつ。主脚とタイヤ、カバーの構成ね。胴体につけるカバーもあるのだ。エアインテークもここで組み込む。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成。お好きなタイミングで接着かな。尾頭はクリアパーツとなるのね。次は細かいパーツを取り付けていく。まずは照準器ね。照準器はクリアパーツで一体成形。次にアンテナね。操縦席後方にアンテナを取り付ける。主翼にも細かいパーツをつけますね。翼担当と補助翼操作ロッドを取り付ける。ピトー管もつけるのね。次はアクセサリーね。アクセサリーは胴体下に増装を取り付けられる。ふむふむ。増装は3パーツ構成となっている。最後に 20mm 機関砲ね。機関砲は左右に1丁ずつとなる。最後に総評なのだ。今回はファインモールドの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型中島製の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。同社が最近採用している
合わせ目が極力できない構造は今回のキットでさらに進化していることが分かった。胴体の分割や操縦席の内部フレーム構造ね。残念ながら主翼の合わせ目は出てしまうけども、モールドの消失は最低限で済みそう。塗装への作業移行も早そうね。キャノピー枠も素晴らしい。ただ開放選択ができないのは残念でした。枠の強度のためある程度の厚さが必要なのでしょうか。開く場合は従来の透明パーツで実現するしかないかな。なるほど。組み立て説明書にも新たな試みが感じられた。何でしょうか。工程ごとに QR コードが記載されている。これは何でしょうか。スマホのカメラアプリでかざすと組み立て動画が確認できる。間違いやすい箇所も動画で詳しく説明されてるのが嬉しいですね。パーツ数が多く難しく感じますが、塗装へ進みやすく、塗装の最難関であるキャノピー塗装が軽減されているなど、総合的に見ると初心者のステップアップに向いているのかなと感じました。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。